皆さんこんにちは。お盆期間に台風が通過し、大変な目に遭われた方、何卒ご自愛いただければと思います。今回の動画のテーマに関してですけれども、今週急遽相場の台風の目に上がってきた銘柄、A バランス、かねてより SNS 界隈で非常に騒がれていた銘柄ですけれども、こちらが23年6月期本決算の発表を延期しました。この事件について A バランスの不審な点というのを3つほど振り返りたいと思います。またこの教訓により使えると考えられる意外な決算データ、素直なデータと言えるかどうかわかりませんが、今までカモーラレ自身もあまり気にしていなかった盲点と言えるようなポイントをご紹介したいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。こちらの動画をご覧いただいている方でしたら A バランスに何が起きているのかご存知の方多いと思いますけれども、直近の株価8月15日火曜日引け時点で6390円となっていますが、1日前14日の月曜日に発表する予定だった決算が延期となり、もともと9000円の株価が大幅に下落、月曜日はストップ安、火曜日も大幅な下落となっています。この2日間でトータルすると 30% 程度の下落ということで、そもそも私自身この銘柄さらさら投資する気なかったので詳しくは調べていませんでしたが、今回の件、記録と教訓を踏まえてポイントを整理していこうと思います。まず不審な点一つ目としては A バランスの事業内容ですね。そもそもの事業内容が不審と言ってしまうと元も子もないんですけれども、不審というか理解に苦しむデータがいくつかあるというニュアンスで捉えていただければと思います。まずこの A バランスという会社、そもそもは IT 関連の銘柄でしたけれども、途中でですね、IT の世界ではやっていけないということで太陽光発電にビジネスモデルを転換しました。もはや太陽光発電というだけで非常にきな臭い雰囲気もありますけれども、日本に限らず欧米においても国、政府から補助金が大きく出るきな臭いマーケットですね。A バランス自体は太陽光パネルを製造しているわけではなく、子会社にベトナムの V3 社、ベトナムの V に太陽光のサナジーという単語、これを組み合わせた企業ですけれども、この連結子会社が直近の業績では前年同期比約4倍、経常利益は17倍と半端ない急成長を遂げている。この恩恵を丸々受けて A バランスも急成長企業となっているわけですね。ただこの連結子会社の設備投資のデータ、あるいは売上高のデータを詳しく見ていくと怪しいところというか、腑に落ちないポイントがいくつか見つかります。ちなみにこのベトナムの子会社、昨年よりベトナム市場への上場を準備していますが、まだ実現していない未上場企業ということで、結局は A バランスの発表する資料に頼るしかないということですね。例えば昨年発表された有価証券報告書、生産や受注販売の実績の欄を見てみますと、先ほど申し上げた通り A バランスの当初の事業 IT 関連の事業に関してはすでにほとんど手を引いている。製品化されたソフトウェアの販売だけを行っている状況。仕入れや販売実績などを順にご覧いただいても IT 事業に関してはほぼゼロとなっています。一方で太陽光パネルの製造事業に関しては A バランスのほとんどを占めています。2022年度の決算においては仕入れが約740億、前年同期比で3倍と非常に伸びている。そしてこちら受注の状況ですけれども、太陽光パネルの製造事業受注高が2065億となっています。これは前年同期比で 7.8 倍。そして販売実績の方をご覧いただきますと815億、前年同期比 2.8 倍ということで、上の表の右側に戻っていただいて、受注残高が1273億円と、仕掛かり状態の注文が6割程度あるということですね。この注文を受けて販売にまだ至っていない受注残高、前年同期比の53倍ということで、このベトナムの連結子会社に注文が昨年度から爆発的に入ってきているという状況ですね。これが本当であればですけれども、太陽光パネルの注文、最近世界中で ESG と私はあまり好みませんが、非常に叫ばれている太陽光や風力、水力などの再生エネルギーに注目が集まっていますが、この太陽光パネルの注文がそんなにも爆発的に伸びるのかと、あるいは注文を取ってくれる凄腕の営業マンがいるのかもしれない。ですけれども、この太陽光に関する競合他社、例えば非常に大手であるアメリカのファーストソーラーという銘柄、ナスダックに上場している銘柄ですけれども、2017年からの売上高推移を比較してみますと、両者スタートを100と置いた時に伸び率ご覧いただきますと、2023年で
A バランスは31倍にもなっている。伸び始めたのは2021年のところですが、この決算期からベトナムの連結子会社の影響が入ってきたということです。それにしても、その翌年にはさらに3倍、そして今年度は 2.5 倍を見込むと。一方でファーストソーラーに関しては、売上高の推移あまり変化は見られない。本当に太陽光パネルのマーケットが拡大しているのか、多少は ESG の風潮で拡大はしているんですけれども、こんな売買ゲームの売上高になるほどなのかというのが疑問なわけですね。そしてこの A バランスとファーストソーラーについて、売上高と総資産を比べたときに、冒頭申し上げたベトナムの会社が本当にその設備でこの売上高を計上できるのか、事業内容の疑問として湧いてくるわけです。左側3列は A バランス、右側3列はファーストソーラーのデータですけれども、まず上側の表をご覧いただきますと、総資産については2021年約400億円、翌年は約850億円と非常に膨らんでいる。一方で売上高は270億円、920億円と、こちらも大きく伸びているわけです。しかしこの売上高を計上するにあたって、持っている総資産は 68% と 109% になっています。何が言いたいかと言いますと、工場をはじめとする設備、これも含んだ総資産がこの金額で売上高をこんなにも持ってこれるのかという話。あまり太陽光パネルには詳しくないですけれども、2022年は 109%、つまり総資産以上の売上高が発生しているということです。一方で右側のファーストソーラーをご覧いただきますと、総資産は約80億 US ドル。一方で売上高は約30億 US ドル。ということで、総資産に対する売上高の割合というのは 30% 台になっています。ちなみに単位が円と US ドルになっていますが、1億円単位と100万 US ドル単位で桁2つ分落とした数値になっています。ですので、総資産で言うと A バランスはファーストソーラーの10分の1程度の企業ということですけれども、はるかに効率の高い売上高を記録しているという形ですね。そして下側の表について、ベトナムにおける新規の工場を建てた時の設備投資額、こちらについては両社とも100万 US ドル単位ですが、年間の生産能力1ギガワットの工場を建てるのに1200万 US ドルという設備投資額、こちら第3工場を建てた時の金額、そして今第5工場、年間の生産能力3ギガワットで1億8000万 US ドル、このような投資金額になっています。しかし右側ファーストソーラーに関して、今アメリカで直近新規で建設している年間生産能力 3.5 ギガワットの工場、これに対し設備投資額は10億ドルと、そして既存の工場、すでに稼働している工場の生産能力の強化、2つの工場で 0.6 ギガワットずつ強化するのに1億8500万ドルと、ファーストソーラーの設備投資額は A バランスに比べて非常にバカでかい額となっている。あるいはファーストソーラーの投資額が普通で A バランスがあまりに設備投資額が過小になっている。そんな風に見えるわけですね。これが一つ目の不審なポイント。風に落ちないという表現が正しいかもしれませんが、この差をすんなりと受け入れて投資をするということは難しいと感じていただけるんではないでしょうか。そして A バランスはベトナム、ファーストソーラーはアメリカの企業ですけれども、工場に関してはアメリカ、ベトナム、マレーシア、この各地を拠点としている企業。そんな中でつい先ほど出たニュースですけれども、ニューヨークタイムズのソーラーパネルの工場に関して、日付はアメリカ時間で8月の15日午前に出たものですけれども、東南アジアにおける太陽光パネルの製造工場にて強制労働が行われている。現地労働者の給料やパスポートを差し押さえて劣悪な環境で働かせているというのが記事で出てきました。さてこの ESG、E というのは環境ですけれども、これに配慮するための太陽光パネルをですね、S、ソーシャル、いわゆる従業員はじめとするステークホルダーに配慮した経営というのを求めるというのが ESG の Sなわけです。明確に矛盾しているわけですが、この時点で投資対象からは明確に外れる、さらさら投資する気が起きない銘柄ということですね。さて、不審なポイントを一つ目長くなってしまいましたが、ここからは二つ目のポイント。こちらは簡潔に申し上げていきますと、A バランスの社員、あるいは冒頭で SNS 界隈、賑わせていた銘柄と申し上げましたが、Twitter をはじめとするインフルエンサーが信用ならないというポイントです。具体的には A バランスの会社の発表、事業の拡大であったり、投資家に期待を持たせるような IR の発表を幾度となく行ってくる。
それも詳しいデータあるいは実績のデータを出せるのであれば多少なりとも信憑性はありますが、夢物語を書いているのかなは言い過ぎですが、文章ばかりつらつらと書き連ねているような発表が多い。実現可能性が怪しいような発表ですね。そして SNS 界隈のインフルエンサーにおいては、ご自身の相場感、観は観点の観ではなく長反博打の観ですけれども、あるいは A バランスの事業や発表を精査することなく有望なんよなというふうにやたらとおすすめするアカウント、こういったところに騙された個人投資家というのが今回の大幅な下落というのを食らってしまったんではないかと。特に Twitter の方はフォロワー数が非常に大きい、何千何万とフォロワーがいるアカウントが言っていることということで信用してしまいがちですけれども、ペンギン系アカウント、語尾がなんよなと書いてあるようなチャンネルはかなりど素人丸出しのツイートを毎回行っています。あまりにひどすぎる内容に対して一度私も注意を申し入れましたが、あまり意に介されることはなかったでしょう。話を A バランスに戻しまして、例えばこちらご覧いただいているグラフは貸株残高の推移です。年初来でご覧いただいていますけれども、3月の中旬から4月にかけてかなり貸株が増えている。空売りの数量が増えているという状況ですね。そこから5月、6月、7月にかけて多少上下しながらも非常に高い水準を維持しています。こちらのグラフに A バランスの株価、この方向感とどのような関係性があるかご覧いただくために簡易的に載せますと、ご覧のように株価が最も上昇した局面、こちらの局面において貸し株、そして株価ともに上昇しているわけですね。おそらくこの辺で空売りを仕掛ければ、確かにポジションの平均単価は8000円前後になるかと思いますが、この四角で囲っている期間以降、株価の乱高下とともに貸し株も動いている。つまり、それぞれがポジションを動かしているということです。貸し株として合計すると高い水準を維持していますが、今回の決算延期まで表面上いいニュースばかりを出していた銘柄に対して信念を持って空売りを続ける期間というのはごく一部ほとんどなかったかと思います。それぞれが短期の空売り、して株という意味でポジションをコロコロと転がしている中で、この枠で囲っている8000円前後のポジションが構築された話をですね、この星のマーク、7月の頭におそらく空売りを行っているヘッジファンドは単価が8000円前後だと、そして個人の買いの握力が強化されているなどと、自分の想像に沿ったシナリオの夢物語、つぶやきばかりをしているこのチャンネル、非常に危険です。今出てきたアカウントのように8割方が夢物語で占められているにもかかわらず、フォロワーが満単位のインフルエンサーというのがいるので、本当にご注意いただきたいんですけれども、当然逆に有益な情報を出しているアカウントもあります。どんな情報があったか一つご紹介しますと、例えばこちら、8月の10日、決算の1営業日前、金曜日の夜に出てきた IR。こちらはベトナムの子会社をナスダックに上場させるために、すでにナスダックに上場しているブルーワールドという会社、これを合併して、半ば強引に上場にこぎつけようという手法ですが、このナスダックに上場するという投資家に期待を持たせる IR が出たのが10日の夜です。そして翌営業日月曜日14日の決算の延期が発表された。つまり左が金曜日に発表されて右が月曜日に発表されたわけですけれども、にもかかわらず左側の PDF ドキュメントが作成された日時というのが金曜日の18時37分、西田さんという人事部の人が作成した資料となっています。一方で右側の決算発表の延期に関するお知らせについては、8月10日金曜日の16時12分と、小野さんという方が先に作成しているんですね。そしてこの小野さんという方ですけれども、取締役の中の一番下、就任してから約2年弱ですが、ほとんどの期待を持たせるような IR というのはこの小野さんというのが作っています。つまりどういうことかと言いますと、決算発表が期日である14日にはできなそうだというのは金曜日の夕方の段階では少なくとも決まっていた。しかしこれを先に発表せず、その悪いニュースを伏せる形で、さらに投資家に見栄えのいいニュースというのを18時以降夜に別の担当の人間に作らせて見栄えのいいニュースを先に発表したということですね。ここまで投資家をバカにして軽視するような企業というのはガバナンスに明確に反している、機能していないと言っても差し支えないかと思います。さて、不審なポイント最後3つ目ですけれども、こちらは今回の件最も有益な情報、
振り返ってよかったなと思わせるポイントでした。それはですね、決算を監査する会社について、有価証券報告書の一番最後の方には、どの銘柄にも監査法人の承認、この決算書は正しい情報ですよと書いている、あるいはこの企業は継続性に疑義が生じていますよというような投資家に対する忠告を行ってくれる監査報告書のページがあります。これを担当する監査法人、これは各企業が決めますが、例えば大企業だとおおむね4大監査法人担当していることが多いですが、別に監査法人はこの4つに限らずもっとたくさん200以上あるわけで、その中から各企業側が依頼をするという形ですね。ただ監査法人側も怪しい銘柄に関しては依頼されても受けないということがありますし、これは弁護士と同じ契約ですね。金を稼ぐためだけに汚い案件ばかり引き受けるクズ弁護士というのが一定数存在しますけれども、監査法人においても同様に他の監査法人が受けたがらないような怪しい銘柄、あるいは不正が疑われるような銘柄というのを一手に引き受ける、いわゆる駆け込み寺というような監査法人が存在します。例えば A バランスを担当しているアスカ監査法人というところ、これを Google で入力すると予測変化にはやばい、駆け込み寺みたいなワードが出てくるわけですね。その中には処分という風に出てきていますけれども、金融庁に処分されたことのある監査法人というのは、そういった駆け込み寺、あるいは不正企業の引き受け手になっていることが多いと言われています。具体的にはこのような記事があるんですけれども、監査法人は無法地帯なのか、中堅監査法人に強制処分ということで、今申し上げた金融庁からの処分ということですけれども、こちら M&A オンラインの記事、今年の2月に出たものです。気になる方は URL からご覧いただければと思いますが、この記事では監査法人のハイビスカスというところが行政処分を受けた。そして行政処分を受けたことのあるような中堅監査法人は金融庁の検査官の目をごまかす不正、あるいは資格もないのに公認会計士と表記したり、いろいろと監査法人の中にもきな臭いのがいて、半ば野放しになっているという状況ですね。A バランスを担当するアスカ監査法人についても2017年に行政処分が下されています。ということで、アスカ監査法人がどんなところを担当しているか見ていくと、ご覧のように A バランス以外にも何社か中古型株を中心に引き受けている状況。また、先ほどの記事で取り上げられていたハイビスカスという監査法人。こちらもご覧のような中古型株が中心の引き受け先。その他もう一つ怪しいと言われているような監査法人、アリアというところ。こういった監査法人が担当している銘柄というのは、大手の監査法人が引き受けたがらないような怪しい銘柄というのを一手に引き受けている駆け込み寺的な監査法人なので、注意深く見ていった方がいいかと思います。あるいは投資対象から外してしまうというのも一手かもしれません。残念ながらカモーラレも該当する銘柄が含まれてしまっていました。ということで今回は A バランスの不審な点というのを大きく3つに分けてご紹介いたしました。1つ目は財務データから考える事業内容ですね。そして2つ目が企業経営陣あるいはインフルエンサーの個人投資家に対する信用問題について、A バランスに限った話ではありませんが、いいニュースばかり発表する、調子のいいことばかり言う銘柄、ダブルスコープも同じようなことありましたけれども、経営陣の資質、あるいは夢物語ばかり語るような経営陣、インフルエンサーに踊らされず、理解、納得できる事業に投資を行いましょうと。仮にですね、理解、納得が最後までできなかったので投資を行わなかったとして株価が上昇してしまったとしても、それは失敗ではありません。逆に理解納得できていないのに踊らされて投資した、そして損失を食らった場合は大失敗となります。もし投資しそびれて上昇したとしても、何が理解納得に足りていなかったのかというのを反省して別の銘柄をまた新たなチャンスとして投資すればいいだけなのです。そして3つ目の不審点として監査法人について、これはあまり気にしてこなかったというか、大型株を中心に長期投資を組んでいる場合はあまり目がいかないポイントかもしれませんが、担当している監査法人が駆け込み寺のような存在、あるいは行政処分を受けているようなところ、また監査法人は一度解散して
再度新しく立ち上げるというようなロンダリング的なこともしているようなので、監査報告書に載っている、担当している人名、過去怪しい監査法人の出ではないかというのを見てみるのも、中古型株の投資リスク軽減につながるんではないでしょうか。そして A バランスは決算の延期について1週間21日までに発表すると言っていますけれども、一応東証のルールでは約2ヶ月猶予があります。決算延期イコール即危険ではないですが、あまりいい印象はないのが事実。実際過去には決算延期する企業いくつもありますし、例えばコロナの時期だと日立のような大企業でも決算延期はされていました。そういった特殊要因でない場合の決算延期だと悪いニュースというのがほとんどですけれども、6年前東芝不正発覚した時に決算延期を複数回行って最後には期限ギリギリに監査法人の承認を得られないまま発表してしまうというような上場廃止に追い込まれないための裏技みたいな手法を取ってきた時には失笑を禁じ得ませんでしたが、単純に手続きが遅れているだけで延期という場合であれば株価も戻っていくでしょうが、ただ忙しくて延期なのか、それとも悪いニュースがニッチもサッチもいかなくなって延期しているのか、この長反博打にかけるのは投資とは言いません。ギャンブルが好きな方は一つチャレンジしてみてはいかがでしょうか。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。